神奈川のねに旅行透析ということで音を送ってきました。ものすごい綺麗な病院で、スタッフもすごく丁寧で、説明も対応も綺麗な静かな病院です。ルーちゃん、ママおしゃべりしてるんだよ。なのでこれから4時間だいたいね、静かにして4時間あるんで、その間にいろいろガソリン入れたりね、洗濯もできたらコインランドリー行きたいなと思ってて、買い物したりできれば金沢ちょっと見たりね。ルーくん、何どうしたのっていう感じです。それではまた後ほど。はい、パパがいなくて狂ってるルークです。しょうがないでしょ。ガソリンを入れたんで次に買おう。北に向かうってどっち？コインランドリーあるじゃん。ルーちゃん行ってくんね。嫌じゃなかったら洗濯機の受けたまわりしてるんですよ、洗濯物。もしよかったら終わったら入れて差し上げます。本当ですか？受けたまってます。いいですか？嫌じゃなかったら洗濯物触られるの嫌だって。いやもう逆にこっちの方が申し訳ないぐらいなんですけど。一応ここ全然ではない。いやーびっくり。コインランドリーに女性の方がいらして見せてくれるっていうか、全部こう預けて洗濯物に触られるのが嫌な方はっておっしゃったけど、私なんか全然平気なんで、全部今量が少なかったから小型の洗濯機が空いてなくて、その小型の洗濯機が開くのを待って洗濯物を入れて乾燥までやってくださるってすごいね。あとは、女性の方がいる時間帯であればもちろん、ね、見ててくれるし、それ以降になっちゃうと中に放置になっちゃうんだけれども、すごいこの辺りの治安がいいらしく、保証はできないけどっていうことで、そこは自己責任だけれども、コインランドリーをほぼ使ったことがないので、値段が安いとか高いとかわかんないんだけれども、量で600円ぐらい。高いのか800メートル道なりです。その辺わかんないけど。でもね、家帰ってね、また洗濯物が山になるのが嫌だからね、4泊5日なんで洗濯物を減らしたいんで、ちょっと今目についたんで寄ってみました。病院の近くにまた戻ってきて、コインランドリーによって洗濯物を引き上げました。もう完璧、ふわふわに乾いてました。でコインランドリーと同じところにスーパーがあるんで、ここで氷とかをちょっと調達してきます。ルーちゃん、今日は暑いね。お外は危険です。もう本当に
なんだろう、関東も暑いのかな。金沢異様に暑いです。9月どうなの？普通？ものすごい暑いんで、なんだろう、車中泊でこう旅行に来るなら9月はまだ暑いかもしれない。もう夜中は本当にどうかな。一昨日は涼しかったけど昨日は暑かったし、まあ平均的に考えたら10月に入って、まあ冬はねものすごい寒くなるから、寒くなるっていうか、まあ、雪だろうから10月ぐらいになった方がいいような気がする。9月の半ばだよね。まだ暑いです。全然暑いです。今日の昼間は多分30度超えてました。さっき今12時40分ぐらいなんだけど、ものすごく強烈に暑いです。能登ハイウェイ、お父ちゃんをピックアップして能登里山街道ハイウェイで。本当石川県ってあれですね、太っ腹ですね。言ったの？能登この里山街道が無料っていうので、普通無料なわけないんですけどね。そうですよね。本当だよね。わー、海だ。お、すごい。バス走ってるよ、ルーク。砂浜をバス。面白い。観光客の人がいっぱい乗ってたよ。バスも走ってるのすごいな。ここから降りれるんだ、海ね。気持ちいいね。今日はあっちの方行くよ。この辺もあるよ。ほら、世界一長いベンチ。左方向です。続いて目的地は左側です。大きいね、道の駅。全然。あそこ登んなきゃいけないの？それはちょっと。これは無理だ。無理だよね。ちょっと聞いてこよう。目的地は左側です。お疲れ様でした。ちょっとときめき見晴らし台に登ってみる。
はい世界一長いベンチです。あと4キロ狭いな。狭いなんだよ。ほら、すごい日本海。すっごい晴れてたらさ、ここが見えるのかな。おお。狭いな。狭いだ。目的地は左側です。お疲れ様でした。お疲れ。あ、まだやってるかな。車椅子、どこ？あった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 。あるかな。ある。あった。走れる。よかった。忘れてしまった。おお。こういう感じ。へえ。よいしょ。すごーい。はい、弟千枚田。何枚田なんないよね。あ、もう1ランク下にも降りれるんだ。え？いやー、そうだよね。せっかく来たんだからね。じゃあルーク行ってこようか。おにぎりは20分前に終了して食べれなかった。明日だね。天気良くて夕日が沈む時間だったらこっから夕日が落ちるのが見えて綺麗なんだね。綺麗だね。はい、じゃあここから千枚田を出発してちょっと戻る。15分ぐらいね。輪島まで行って今日は車中泊です。こっちは入り口でいい。まあ見れてよかったね。これ昼もいっぱいなんだよ。そうだね、見れてよかった。昼間人だらけかもしれないよね。だからあとはおにぎりだけ食べれば私は気が済む。東に進みます。はーい。あとは温泉が楽しみだな。橋の上がいいよ。綺麗。今日はもう魚にちょっと飽きたので全然関係のないお肉を焼いてポン酢で食べます。ロタ牛。残念ながら
群馬県産のお肉でした能登牛売ってなかった。これは富山の来る時にね、おとガリ好きだから。ガリなのこれ。そうガリ、美味しそうでしょ。なんか富山の名物らしい。食べようそし。どうお父ちゃん。美味しいよ。美味しい？昆布の味する？昆布の味する。ああそう。あ、わかる。美味しいね。ちょっと甘くてね。ほんのり。昆布の味するね。ああ美味しい美味しい。うまいね。効くよ。これをほっといたら俺一人で食っちゃう。いいよ。おとうが好きだと思って買ってきたんだから。美味しいよねこれ。さあもうちょっと出しとこうか。さあもうそろそろしたらお肉焼く？触ってくればいいよ先に。シャワルって何よシャワルって。触れて風呂行ってこいって。若者言葉。ね、シャワーする。そういうシャワルなんていうのは若者が使う言葉じゃない。なんでよ。昔から使ってるよ。昔からあるのそんな言葉。40年以上前からね、シャワルって。本当に？だって海外行ったら湯船ないんだもん。ああそっか。シャワーしかないんだ。まあそれはわかるけどシャワルなんて言わないでしょ。だからフロルって言わないでしょ。フロルとは言わない。シャワーしてきてから喉がすっきりするからシャワーっといでって。そんな言葉使ってたの？使ってたよ。常識だよ。へえ。社用語みたいな感じ？何語かわかんないけど風呂に入ることをシャワーって言ってたね。外国行くと。そうなんだ。その方が気持ちいいでしょ。いや気持ちいいのはわかるけど、じゃそれは当然なんだけど、短縮する言葉ってさ、つい最近私たちが子供っていうかいくつぐらい短縮する言葉が生まれたのって30年ぐらい前じゃないの？短縮はしなかったけど、まあそれだけは言ったね。シャワルって。それこそ40年ぐらい前の話でしょ？そう言ってたよ。じゃあシャワってくるよ。ここだ。いいお湯でした。輪島の夜の街並み綺麗だね。まあ温泉というよりは銭湯だね。ザ・銭湯っていう感じで超良かった。昨日のお風呂もどっちかというと馬的なんかね、展望風呂で金沢の街並みが夜なんでね、キラキラしててすごい綺麗で、なんか地域の人たちがすごい利用してるような、500円だからね、すごいリーズナブルですごい綺麗で良かったんだけれども、今日言ったこのザ・銭湯っていうお風呂もやっぱりいいね。すごい気持ちよかった。音がね、温泉とかお風呂とか大好きだからね、本当は一番自分が行きたいんだけどね、車椅子でっていうのは家族風呂とかがねあるとこなら私が介助してね入れられる可能性もあるけれども、でもやっぱり手すりとかね、いろんなそういう問題があるからね、なかなかね温泉は難しい。まあでもとにかく気持ちよかったです。ただいま。超気持ちよかった。あったよ、もう全然すぐそばよ。で、温泉じゃなくて銭湯。いいんじゃない。最高。
よかったね。それにしても何が？旅行透析ああ、最高だった。最高だったね。想像以上だったね。マッサン内科だっけ？マッサン内科クリニックかな。綺麗だし清潔だし、もう従業員が対応がね、対応すごく良かった。なんかさ、透析の看護師さんとかさ、スタッフいいよね。なんか他の病院と比べちゃうと、なんかこんなこと言ったら失礼だけど、何なんだろうあれは。教育なのか訓練なのか分かんないけど、私は多分その家族に対してっていうイメージで、なんかね、やっぱ透析関係の看護師さんとかスタッフの人ってもうね、なかなか受け付けてくんないじゃん、旅行透析って言ってたけど、一回上に上げなきゃいけないんだって、電話で受けた人は、そうだった全部。それで下に下ろさなきゃいけないから時間かかるんだって。時間かかった断られるのも。でマスさんの場合は院長先生の奥さんが副院長みたいな感じだから即なんだって。で反応がすごく早くてやってくれてるって。私さ、ほら能登をこう回るっていうさ、予定だったから、能登で全部当たったわけよ。能登を要するに10カ所以上出ましたね、能登にある病院。でも全部ダメだった。それで金沢に絞ったの。金沢だったら病院すごくいっぱいあるから。それで最初にかけたのがたまたまマッサン内科クリニックだった。それでもう一発ですぐ受けてもらえたから、もうなんか拍子抜けしちゃったっていうか散々ほら電話かけてすぐ断られるところもあったし、あとは何日か待ってから断られるっていう感じで、10カ所以上かな断られてたから、超嬉しかったよね、受けてもらえるって。院長先生がデザインとかエクステリアが好きなんだって。だから病院が非常にモダンでしょ。モダンだったね、綺麗だったね。モダンで綺麗でしょ。飾ってあるところとかね、入り口とかもすごく良かったね。で入り口のなんちゅうんだっけ、水引きっていうの、あそこのお花をやったり絵描いたりしょっちゅうするんだって。それは全部奥さんがやるんだって。だから受付も感じいいよね。入っていた瞬間に。まあでも安心して任せられるよね。すごく良かった。まあたまたまなのかその辺はよくわかんないけど、旅行透析って緊急透析扱いなのね。で、個室でね受けられて、で厚生医療っていうのを使ってるから、透析って一般的には1万円でしょ。1ヶ月1万円。で病院が変わっちゃうとそこでまた1万円が本当はかかるんだけれども、その厚生医療っていうシステムっていうか、それを使うとそれを扱ってる病院じゃなきゃダメなんだけど、だからマッサン内科クリニックはそれを扱ってる病院だと。でもちろんお父が成田で通ってるクリニックも厚生医療の対象のあれ何さかな、市から指名を受けるっつってたかな。もう私はその厚生医療のことも何も関係なくマッサンで受け入れてくれるって言ったらもういいやと思ったの。別に厚生医療はなくても、もうほらそんだけ断られてるから、でも厚生医療のある病院だったから、もうそれは市役所の人が全部手続きしてくれるから、手続きっていうかそういうの調べてくれるから本当に良かったね。だからお金もかからないの。かからないっていう言い方はおかしいけれども、毎月のお金と一緒っていう。だから石川は無料になっちゃうんだよね。なっちゃうってこと。石川でお金を払わないっていうね。それがすごいよね。すごい。本当に手ぶらで行けるよね。手ぶらで透析。透析セットは持っていくけどね、やっぱりどういう病院かわかんないからね。でもさ、いらないよ。いらないね。マッサン病院の場合いらないね。何にもいらない。
本当にあそこの病院だったら手ぶらで透析行ける。4時間いつも透析受けるんだけど、なんか4時間で終わるのもったいない気したよ。本当だね。だからさ、なんとなく思ったのがね、金沢ってさ、綺麗な街っていうか高級な街っていうイメージがあるじゃない。だからせっかく金沢に旅行に行って透析施設がなんかほら病院してるとなんか冷めちゃうじゃん。でもあそこの病院行けば金沢の旅行をしている気分で透析を受けられるっていう感じよ。そう、ね、そんな感じする。そんな感じだよね。素晴らしい病院だったね。24度、湿度 91%。るーちゃん、もう寝るよ。おやすみなさい。おやすみなさい。うるさく飽きてね、これ化学反応、で化学反応なんで、反応色っていうのが出る、で普通におにぎり。日本列島、ここが中心。日本列島、私が中心。今回は諦めますっていうか、また来れるかな。あ、なに？あそこ歩いて行けんだ。